はい、こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどまとめて見ていきたいと思います。スポンサーについていただいているシードフレーズのいらないハードウェアウォレット、タンジェムに関してはですね、2月23日まで 15% オフとなってますんで、検討している方はお早めにお求めください。ビットコインの価格は現在95,800ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、特に重要指標はなかったんですけども、要人発言、証言が注目されてました。パウエル議長の発言は1月とほぼ変わらないという見解もありますけれども、利下げ期待が高まる要因にもなってなくてですね、市場は米金利が上昇してまして、ドル円も153円台と、米株各指数はほぼ現状維持なんですけども、ゴールド、ビットコインは調整気味となってます。個別株の方では、クラーが 100BTC 買い増し、グミが10億円相当のビットコインを購入して、バビロンでステーキングを行う発表をしたことが話題になっています。でこのグミの動きが賛否両論ありますけども、株価は上向きとなってますね。あと ETF 関連では、米国のソラナ ETF が規則変更案提出フェーズに入っています。こちらも承認に一歩近づいたと見られています。あとはカナダの 3IQ のソラナ ETF のステーキングプロバイダーにソルストラテジーズが指名されたこと、ゴールドマンサックスのビットコイン ETF の保有量が倍増したことなどが話題になっています。でゴールドマンサックスに関しては、第4四半期の 13F でIBIT が 12.7 億ドル、FBTC が 2.8 億ドルの保有を報告してまして、どちらも前期比約プラス 100% ほどとなっているのが注目されています。この動きから今後も保有を増やし続けていくんじゃないかと見られてますね。あと昨日の米国のビットコイン ETF のフローは、現時点では全体でマイナス 0.27 億ドルの流出となっています。香港はマイナス 7.99BTC とビビたる流出となっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 1.38%、額としては597億ドル相当、比率としては全体ではロングが 52.0%、バイナスミはロングが 70.3% と上襟になっています。今後の指標としては、本日2月12日に米 CPI、パウエル議長の下院での証言、2月13日に実質 GDP、米 PPI、2月14日に米小売、ユーロ実質 GDP、米鉱工業生産指数1月などが控えております。そしてオンレンチャ企画ですね。昨日の私の予想では、トランプ大統領の動き次第なところがあるけども、円高が一息ついてるのと指標が並んでる本日まではギリギリ反発が続くんじゃないかということで、2月12日 AM6 時時点のビットコインは昨日の 97,857 ドルよりも上という予想でした。結果としては米金利上昇から、米株は与えてるんですけども、ゴールド、ビットコインは調整となってまして、そして判定時刻の2月12日 AM6 時点のビットコインは 95,305 ドルということで、昨日の 97,857 ドルよりも下なんで外れです。はい、続いて明日の予想ですね。14日に米小売を控えてまして、それまでも本日の米 CPI、明日の米 PPI と指標が並んでます。パウエル議長の発言も気になりますけども、ビットコイン単独での強さは見込めないと思うんで、下にしたいと思います。なので2月13日 AM6 時点のビットコインは現在の 95,810 ドルよりも下、これでいきたいと思います。指標としては本日22時半に米 CPI、明日0時にパウエル議長発言が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在2600ドル、BTC 建ては 0.0271 と。先物の方では OI は全体でマイナス 2.8%、額としては214億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.5%、バイナスミはロングが 80.7% と全体では下寄りになっています。ETF は現時点では全体で0、香港も0となっています。イーサ関連の話題では、リードが V3 のアップグレードと ST ボルツをリリース、ユニサップがユニチェーンのメインネット公開、あとその他では、一時と比べると各所からポジティブな見解が出ています。ドル建てでは今朝2550ドル台をつけてまして、BTC 建ても今で右肩下がりとなっています。DeFi 周りからファンダが出てますけども、価格を押し上げるほどの開発は生まれてない状態ですね。こちらも本日22時半以降ですね、どのように動くのか注目ですね。あとその他の動向では、バイナンスと SEC が訴訟を60日間停止する共同申し立てを提出しています。SEC が新たに設立した暗号タスクフォースがこの事件を解決する可能性があるとのことで、訴訟を一旦停止したとのことです。逮捕された CZ もなんだそれみたいな絵文字で反応して話題になってますね。対 SEC 訴訟が解決した時にですね、BNB がどうなるのか注目です。あと各国の動向では、香港が資産証明にビットコインとイーサリアムの使用を認めたことが注目されています。
香港では移住ビザを申請する際に380万ドル相当の純資産を証明しなければならないんですけども、そこにビットコインとイーサリアムをその純資産証明に使うことができるようになったとされています。あとはイングランド銀行のベイリー総裁がステーブルコインの規制と CBDC の発行を検討していることや、ビットゴが今年中に IPO を予定しているという報道が話題になっています。米国ではステーブル推進 CBDC 禁止の動きになってますけども、各国がどのように動くのか注目ですね。あとアルト関連では市場全体の下落に反してですね、エイダー、ライトコインが強くなってます。ETF への期待が主な要因とされています。エイダーは先日からの反発もありますけども、BTC 立てもデイリーでプラス 10% 以上と、比較的強くなっています。時価総価は9位ですね。抵抗を超えて再度1ドル突破できるのか注目です。あとはトランプのワールドリバティフィナンシャルがオンドファイナンスと提携、RWA 化推進を目指すとしています。こちらは先日、ワールドリバティフィナンシャルがですね、オンドトークンを購入した後の出来事になっています。で、また、ワールドリバティフィナンシャルは戦略的トークン準備金を設立すると発表しています。投稿ではですね、ビットコイン、イーサリアム、その他暗号通貨のプロジェクトを強化するための準備金であると発表してますね。で、これが発表される前からもうすでにワールドリバティフィナンシャルの売買が毎回注目されてですね、市場にも影響出てますけども、ワールドリバティフィナンシャルの残高は前回大量送金されてから戻ってない状態です。ここに今後何が加わるのか、それとも新たに準備金アドレスができるのか、その後の動向に注目ですね。あとその他アルトの動きでは、トンがレイヤー0と統合、クロスチェーン転送を強化するための統合とされています。またオープンシーがトークンエアドロップの際に KYC を義務付けるんじゃないかという噂が出てたんですけども、オープンシーがそれを否定しています。あとプルームネットワークがスーパースティートと提携したことなどが話題になってますね。トンは昨年の夏から右肩下がりとなってますけども、ここから反転できるのか注目です。あとその他資金調達関連では AI エージェントのパートナーが400万ドル調達を発表しています。こちらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。